はいどうも皆さんこんにちは。今回は版籍奉還と廃藩置県についてお話ししていきます。この頃の明治政府の目標は富国強兵、日本を欧米列強に対抗できるような強い国にすることでした。しかし国内を見てみると各地に江戸時代以来の藩が置かれていて一つにまとまっていない状況です。強い国を作るためには地方分権の現状を中央集権に作り変える必要がありました。このために政府が行った改革が版籍奉還、そして廃藩置県です。廃藩置県と聞くと呼び方を藩から県に変えたんでしょと思ってしまうかもしれませんが、廃藩置県の本質はそこではありません。その本質を理解するためにまずは藩と県の違いからお話ししていきましょう。まず最初に藩とは何かからお話しします。江戸時代に政治を行っていたのは幕府、つまり徳川家でした。この徳川家に従う大名が各地にいて、徳川家がそれらの大名に領地を与えていました。これが藩です。では大名に与えられなかった土地は誰のものでしょう。答えは徳川家のものです。このような徳川家の土地は幕府直轄領、いわゆる天領と呼ばれる土地でした。しかし時代が進むと江戸幕府が倒れて新政府が成立します。こうして新政府は旧幕府から奪った領地を直轄地としていきます。これが県です。つまり藩というのは大名の領地、県というのは政府の領地ということです。特にその県の中でも江戸時代に三都と呼ばれていた3つの大都市、東京、京都、大阪は別格扱い、府と呼ばれるようになります。これが府、藩、県の違いです。このように聞くと廃藩置県の本質が分かってきたのではないでしょうか。藩を廃止するということは言い換えると大名から領地を取り上げる、そして県を置くということは政府の直轄地にするということです。しかし領地を取り上げるといえば大名から反発されることは確実です。なので政府は少しずつ段階を踏んだ後に最終的な目標として領地を取り上げるということにしました。その段階というのが地方制度の統一、版籍奉還、御神兵の設置というものでした。順番にお話ししていきます。まず最初に地方制度の統一についてですが、当時の地方制度はバラバラでした。薩摩藩は薩摩藩のやりたいように政治をするし、長州藩は長州藩のやりたいように政治をしているという状況で、藩主が政治を行っている藩があるかと思えば、家老と呼ばれる家臣が政治を任されている藩もある。なんなら全藩主が政治を行っている藩もありました。日本国内がバラバラだったのです。そこで政府は制度を統一すると宣言し、各地の制度を統一しました。こうして藩は大名家としての独自性を弱められたのです。しかしこれだけでは足りません。この頃の政府で活躍していた木戸孝允は、強力な中央政府を作るためには大名と藩が邪魔だ、彼らが持っている土地と人民を天皇に返させなければならないと考えていました。つまり藩が藩のやりたいように政治をする状況ではなく、各地方が政府の言うことを聞く状況にしなければならない、そう考えたのです。こうして木戸孝允は薩摩藩の大久保利通などにこの構想を打ち明けて、政府内部で極秘の議論を行っていきました。そんな極秘で進められた議論があることがきっかけで公になります。姫路藩の建白です。姫路藩はもともと徳川に仕えていた藩、つまり戊辰戦争で朝敵扱いをされた藩でした。なので姫路藩はその汚名を返上したいと考えており、自ら廃藩を申し出たのです。姫路の土地を新政府に差し出します。姫路藩を姫路県に変え、改めてその管理を任せてくださいと政府にお願いしたのです。これを聞いた伊藤博文はこの意見に賛成します。この申し出は素晴らしい。日本全国で同じことをすべきだ。姫路藩の建白を受け入れるべきだ。そう主張したのです。こうして行われたのが版籍奉還です。版籍の藩というのは藩都、つまり土地を意味しており、籍というのは戸籍、つまり人民を意味しています。要するに版籍奉還というのは土地と人民を天皇に返し奉るということです。まず最初に政府のリーダー格である薩摩の大久保利通、長州の木戸孝允、土佐の板垣退助、佐賀の大隈重信がそれぞれ自分たちの藩を説得し、
薩長と比の4藩が藩籍奉還を行いました。こうなると、これを見たその他の藩は、乗り遅れたら後々不利になるのではないかと考えて追従し、続々と藩籍奉還を願い出ました。この頃の多くの藩は戊辰戦争でお金を使いすぎて借金まみれになっていましたので、それらの藩からすると政府が借金を肩代わりしてくれる藩籍奉還は美味しい話だったのです。では藩籍奉還で具体的に何が変わったかというと、実は名目が変わっただけで事実上はほとんど何も変わっていません。藩主だった人たちはそのまま地藩事として身分を保障されました。政府は急激な改革での反発を避けるために少しずつ改革を行ったのです。さて、ここで一旦制度の話をしておきます。前回の動画の続きです。藩籍奉還で大きく制度が変わりましたので、中央の政治組織も大幅に修正されました。2官6省の制です。人議官と太政官の2官のもとに、民部、大蔵、兵部、行部、宮内、外務の6省を設置したもので、特徴は何といっても人議官が設置されたことでしょう。これまでの西洋思考から一転し、古代日本の律令制の形式が復活したということですね。では話を戻します。このような改革に有力な藩や庶民は強く反発をしていきます。政府の命運はこの反発を抑えることができるかどうかにかかっていたのです。特に島津久光率いる鹿児島の反発は強力で、政府の言うことを無視するようになっていきました。しまいには皇居を警備していた兵を引き上げて代わりの兵を送らないようになります。政府にいた大久保は出身地の鹿児島に大きく悩まされたのです。そんな大久保利通が目をつけたのが西郷隆盛でした。この頃の西郷隆盛は鹿児島にいて、鹿児島藩の藩政改革に携わっているという状況でした。そんな西郷隆盛は相変わらず士族からの圧倒的な人気を誇っていましたので、西郷を政府に引き込むことができれば話が進むと大久保利通は考えたのでしょう。こうして岩倉具視と大久保利通は鹿児島に出発。久光に対して天皇からの手紙を渡します。さすがに天皇からお願いされたとなると久光も断れません。私は病気だがとりあえず西郷を上京させると回答するのです。こうして西郷が政府側に立つとなると状況は変わってきます。西郷は岩倉、大久保とともに山口により、毛利高親や木戸孝允と会談、さらに高知で板垣退助たちとも会談し、鹿児島、山口、高知3藩の協力を取り付けることに成功しました。こうして集めた兵が御神兵です。この御神兵の武力を背景に政府は藩を廃止して県を置く、そう宣言したのです。これが廃藩置県です。廃藩置県というのは大名の土地を廃止して政府直轄の土地を置くという意味でした。御神兵を設置した理由は大名からの抵抗が予想されたからです。結局この廃藩置県では各藩から驚きの声は上がりましたが、組織としての抵抗はなく、最も気がかりだった鹿児島藩では島津久光が鬱憤を晴らすために盛大に花火を打ち上げたくらいで終わりました。こうして各藩の地藩士はクビになり、東京で年金生活をするようになります。代わりに中央から府知事や県令が派遣され、その地方の政治を行うようになるのです。こうしてバラバラだった日本は一つになり、中央集権国家へと生まれ変わったのでした。さて、こうなると中央政府の仕組みもそれに見合う形で作り変えなければいけません。なので廃藩置県後にはまたも中央政治の仕組みが修正されます。参院制です。これまでの2官6省の制が廃止され、正院、左院、右院を置きました。正院は最高執行部、左院は法律を作る立法府、右院は政治を行う行政府です。大蔵省、外務省、司法省、文部省、兵部省、工部省、宮内省、人議省の8省を設置して中央集権国家の基盤を整えます。こうして出来上がった政府は三条実美や岩倉具視といった薩長と親しい一部の公家と薩長と比出身の実力者が政府中枢を独占しました。こうして薩長と比による藩閥政府が政治を行っていくようになるのです。さて、いかがだったでしょうか。江戸時代から続いていた幕藩体制はこの廃藩置県によって完全に終わりを迎えました。つまりこれまでの明治維新は今まであったものを壊していく破壊のフェーズ。西郷隆盛や高杉晋作のような
壊すことが得意な人たちが活躍する時代でした。しかし壊しただけでは国は出来上がりません。ということでこれ以降は新しい体制を作っていく建築のフェーズへと突入していきます。こうして作ることが得意な大久保利通や伊藤博文、大隈重信のような人々が活躍する時代になっていくのです。ということで次の動画では岩倉使節団と留守政府についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。